免責事項及び視聴者へのご注意本動画は、中国の非正規市場に関するネット上の噂や独自情報に基づき構成されたドキュメンタリーエンターテインメントです。性質上、情報の一部に推測や事実と異なる内容が含まれる場合があります。また、偽造品スーパーコピーの製造、販売、輸入は法律で固く禁じられています。当チャンネルはいかなる違法行為も推奨、助長するものではなく、視聴者に対する注意喚起を目的としています。いかなるトラブルや損害についても、当チャンネルは一切の責任を負いかねます。皆さんこんにちは、こんばんは。前回の動画ではですね、かつて伝説と呼ばれていた C 工場の、消滅したお話をさせていただいたのと、C 工場はですね、亡くなった後っていうところで VS 工場と APS 工場について、新たなね、脅威としてお話しさせていただいたんですけども、なんとですね、嬉しいお知らせが実はまだあるんですよ。でこの、VS 工場と APS 工場についてなんですが、早速、終焉の兆しが、出てきております。この、二大巨頭みたいなところについてなんですけども、どういった形で今後、終焉に向かっていくかという話を、今日させていただければなと思っております。現在なんですけども、中国政府について国内にありますスーパーコピーの不法工場というものに対して没滅にかつてほど、今まで以上にですね本気で力を入れている状況なんですよね。で直近なんですけども、中国現地の SNS だったりとかそういったニュースっていうところで言ったら、驚くべきニュースが、入ってきました。なんとですね、この VS 工場と APS 工場のオーナーがですね、中国の、現地政府、おそらく中央政府に、お茶会と呼ばれる、至ってね、通常のお茶会とは、考えにくい、内容になるんですけども、呼ばれたというふうに言われております。でお茶会って聞くとですね、優雅にアフタヌーンティーとかそういった想像する方は中にはいらっしゃると思うんですけども、全く違いますよという話をさせていただければなと思っています。これはですね、事実上、公安警察、あるいは安全局かもしれないんですけども、これがですね、各工場のオーナーに対して密室でおそらく取り調べが行われているんじゃないかなというふうに思っております。つまりはですね、これ中国政府が、当局として、これら今まで、スーパーコピーを作ってきた工場というものに対して、全ては調べついてるんだぞというようなアクションにつながっているんですよね。でこれからは、多分確証と、証言だったりっていうところを、取って、事実上、最終勧告みたいな形にはなっているというのが、推測できる状況になるんですよね。まとめるとこれっていうのは、各スーパーコピー工場に対してとんでもない鉄槌がまた下されるというような状況におります。なぜ今お茶会に呼ばれたかっていうところにもなるんですけども、いろいろとスーパーコピーっていうことに対してやはり世界中で被害が出ているという状況に対してこれは悪事だということと、北京のおそらく中央政府の、逆鱗に触れたんじゃないかなというふうに思っております。でそれはですね、今中国として、いろんな政策の中に世界のパクリ工場というのを目を返上したいというようなところからスタートして、知的財産権の保護というのを徹底的に強化しているというのが背景としてあります。で本社ですら悩ませるようなそういったスーパーコピーが出てきたことによって、中国製ということもあるので、これがもう国のメンツに関わってくるような事態になっているんですよね。それがですね、最終的な引き金として、今まで地方でいろいろと警察だったりとかっていうところが本気になっても見つけられなかったところを、中央が、めちゃくちゃ力を入れて取り締まりに来ているというような状況にはなるんですよね。でお茶会の後なんですけども、どういったことになるのかという話もさせていただければなと思っております。まず1つ目、これ実行犯っていうところでおそらくオーナー並びに幹部だったりっていうところに対して、本人の、家族の資産凍結というところももちろん、口座だったりっていうところの、お金の動きというのを徹底的に調べられていきます。
で中国の場合ってIT、デジタル化っていうのがすごく進んでおりますので、WeChat だったりっていうところも含めてそういったデジタル履歴を徹底的に現れるんじゃないのかなと思っております。なのでここに紐づいて、いろんな表に出てこなかった彼らの悪事がですね、より鮮明になるような、調査が行われていくというところになります。2つ目に関してなんですけども、この2大工場がですね、おそらくサプライチェーン的なそういった動きもしていたんじゃないかという話も出ているので、そこに対して現地政府がですね、徹底調査が入っていくというところと、紐づいているその関連企業だったり参加しているグループ、個人だったりというところも割り出されて、最終的に逮捕されるというような流れになっていくんじゃないのかなと思っております。この情報が出回ったことによって、今中国のスーパーコピーを作っていた業者さんというのはですね、おそらくもう恐怖でしかないというふうな状況になっていると思うんですよね。でしかも中国政府としてはこういったスーパーコピーに対して徹底的に潰していく姿勢を出しているので、私はですね引き続きこういったアクションを起こしてくれる中国現地政府に対してちょっと応援をしたくなるような気持ちを持っております。結果的にはですね、メリットというのは我々時計ファンだったりとかっていうところに限らず、世の中のですね知的財産権を持つ全ての企業に還元されますので、こういったことはですね積極的に取り締まっていただきたいなと思っております。改めて3本動画に分けてですね、中国のスーパーコピー業界についてお話しさせていただいております。気になる方はですね、以前公開した2本の動画も概要欄に載せておきますので、ぜひ概要欄から確認していただけると嬉しいです。また、チャンネルに対してもですね、こういった情報を引き続きキャッチアップでき次第動画にしていきますので、ぜひ皆さんフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画で。